皆さん、こんにちは、猫茶です。今日も一緒に日本語を学びましょう。今回は、日本の地理、歴史、そして宗教や文化についてのビデオです。このビデオを通じて、日本についてもっと深く理解できるようになるでしょう。早速始めましょう。第1部。地理。日本には14,125の島があります。1987年に6,852の島が数えられましたが、2023年3月にはその数が2倍以上になりました。そのうち約430の島が有人島です。日本の主な島々について少し紹介しましょう。北海道は日本の最北端に位置する島で、豊かな自然と冷涼な気候が特徴です。本州は日本の最大の島で、東京や大阪などの大都市があり、経済と文化の中心地です。四国は本州の南に位置する島で、自然美と温暖な気候が特徴です。九州は日本の南西に位置する島で、温泉地や歴史的な遺産が多くあります。日本には8つの地域と47の都道府県があります。都道府県は他の国の州や県に相当します。北海道、東北、関東、秩父、関西、中国、四国、九州、沖縄。日本の都市、日本の最も有名な都市には、札幌、東京、京都、大阪、広島、奈良、松山、高松、福岡、長崎があります。これらの都市では、伝統的な建築と現代的な建築、そして居住地域と自然の対比が見られます。第2部。歴史。日本の歴史にはいくつかの重要な時代があります。それぞれの時代の特徴といくつかの出来事を紹介します。先史時代の日本は紀元前14,000年から紀元前300年までで最も古い基地の時代であり、独特な土器と定住コミュニティの発展で知られる縄文文化によって特徴づけられます。多くの歴史家は古代日本を紀元前300年から紀元前192年までと分類しています。この時代には、水田稲作の導入、最初の政治国家の樹立、有力な士族の台頭があり、彼らの指導者のために築かれた大きな古墳がその証拠となっています。封建時代の日本は1192年から1868年まででした。これは軍事支配と侍階級によって支配された時代であり、権力は分散され、長期にわたる内部抗争と戦国大名によって統治された地域領土へとつながりました。この時期には鎖国も行われ、日本は200年以上にわたり、ほぼ全ての外部との接触に対して国境を閉ざしました。アメリカのペリー提督の黒船による強制的な開国と革命的な明治維新に続き、日本は帝国主義がエスカレートする時代に入りました。1868年から1945年までの期間を帝国日本と呼ぶことができます。この時期には急速な近代化、工業化、そして膨張主義が見られ、最終的には一連の大きな紛争へと発展しました。私たちは一般的に現代日本を1945年から現在までとみなしています。第二次世界大戦後に始まり、この時期は民主化、急速な経済復興、技術革新、そして主要な世界的勢力としての日本の台頭によって特徴づけられます。新しい日本の文化が発展した時代、平安時代に大きな変化がありました。それまで日本語は中国の漢字を使っていましたが、この時代に漢字を簡略化してひらがな、そして省略してカタカナという独自の表音文字が誕生しました。このかな文字の登場は
日本語の表現の歴史における画期的な出来事でした。これにより和歌や物語といった多くの文学作品が自由に書き記されることになります。特に男性が公文書に漢文を使っていたのに対し、ひらがなは当時の才気あふれる女性たちの間で広がり、文学を創造する機会を与えたのです。その中で有名なのが、紫式部が平安時代中期に書き上げた源氏物語です。これは世界最古の長編小説の一つとされており、当時の貴族社会の生活を優雅に、そして深く描き出しています。源氏物語は主にひらがなで書かれ、その詩的な美しさと複雑な物語構成は、現代に至るまで日本文学の最高峰の一つとして、非常に高い地位を占めています。JLPTN5 レベルの漢字に初めて挑戦する方に向けたしっかりとした講座をご用意しました。この講座では N5 合格に必要な80以上の漢字の読み方、意味、書き順、例文での使い方など漢字の基本を徹底的に学ぶことができます。漢字学習を始めるならぜひこのコースで一歩を踏み出してください。第3部、宗教、祝日、芸術。日本には神道の神社と仏教の寺院があります。それらの違いと両者の共存、そしてより広範な宗教的景観について説明しましょう。日本の主な宗教は仏教 69.8%、と神道 70.4% です。ほとんどの日本人が両方の信仰の信者であると認識しており、これは独自の宗教的な融合を示していることに留意することが重要です。その他の主要な宗教宗派には、キリスト教 1.4% と、イスラム教、アニミズム、ユダヤ教、ヒンドゥー教、バハイ教を含むその他の信仰 6.9% があります。日本国憲法は信教の自由を保障し、国境がないことを明記しています。憲法はいかなる宗教団体も政治権力を行使することを禁じていますが、日本の皇室の歴史的な正当性は神聖に根ざしており、これが歴史的及び現代的な政治的緊張を生み出してきました。さて、楽しい部分です。有名な祝日を紹介しましょう。元旦は神社や寺院を訪れて新年を祝う日です。節分は鬼のお面をかぶった人に豆を投げる日です。七夕は短冊に願い事を書き、竹の枝に吊るす日です。お盆は亡くなった人々を祝い、提灯や踊りで供養する日です。次は現代でも広く行われている芸術について触れましょう。茶道。お茶を立てる際の精神と正しい作法を習得することです。生け花。花を使った芸術的なアレンジメントです。俳句。5、7、5の音節パターンを持つ詩です。書道。日本の伝統的な習字です。そして武道。空手、柔術、剣術などの武道がスポーツとしても発展しています。最後は現代の日本文化と経済を支える産業について触れましょう。自動車製造業は日産などの世界的な企業が革新的で質の高い車を生産しています。ソフトバンクのヒューマノイドロボットペッパーのようにロボットのデザインと生産において世界をリードしています。そしてアニメは社会現象ともいえるアニメーションは国際的な人気を集める最も有名な文化の一つですね。皆さん、素晴らしいお知らせがあります。成功へのステップと題した最後のボーナス動画にご招待します。この動画では、
皆さんの日本語学習の旅をはじめ、加速させるための現実的なアドバイスを共有しており、また、より早く、最初の障害を少なくしてスタートしたい方のための無料のサプライズも最後に含まれています。ここまで日本の言語への最初の旅にご参加いただき、ありがとうございます。また次回お会いしましょう。